どうも B スパイスインクです。今回はエビとココナッツを使ったカレーです。お店の方で限定のカレーとして出していたカレーのレシピを紹介したいと思います。エビの旨味とスパイシーさの中にココナッツミルクのほんのりとした甘さを感じられるエビの美味しさに主体を置いたカレーになってます。まずはエビの殻むきから始めます。エビの背にハサミで切り込みを入れて、その後エビの身から殻を外していきます。エビの殻がむけたら殻の腹側をハサミで切ってしまいます。これは後で炒めるときにしっかりと殻の内側にも火が入るようにするためです。殻が切れたら身の背わたを取っていきます。ハサミで切った時に自然に背わたが取れやすいように切れて開いているので手で取っていきます。身の汚れが目立つようだったり匂いがあるようだったら塩と片栗粉で十分揉んでから水でしっかり洗い流しておきます。身の下ごしらえが終わったら殻をいって出汁を取っていきます。中火ぐらいで焦げないように加熱します。水分がしっかり飛んで音がパリッと鳴り始めて、しっかりと香ばしい香りが出るようになってきたらいい感じです。そしたらここに水を加えて煮ていきます。冷凍のエビで頭があるともっとしっかりと出汁が取れます。お店の場合ここにアサリを少量足して旨味を足していましたが、家ではなくても大丈夫です。このまま15分ぐらい煮込んでいる間にカレーの準備をしておきます。玉ねぎをみじん切りにします。みじん切りが終わったらフライパンに油をひいてホールスパイスをテンパリングします。今回使うホールスパイスはフェヌグリークとカルダモンです。しっかりと香りが出るまで加熱します。カルダモンがぷくっと膨れてフェヌグリークは黒くなってメープルシロップのような甘い香りがしてくると頃合いです。みじん切りにした玉ねぎを加えます。油を全体になじませて飴色になるまで炒めます。しっかりと飴色になったらすりおろしたニンニクと生姜を加えます。青臭い香りがなくなるまで加熱します。その後トマト缶を加えてしっかりと油がにじんでくるぐらいまでトマトの水分を飛ばすんですが、撮影のミスでいきなりトマト缶が煮詰まった状態になってます。すいません。これぐらいまでなったら一度火を切って温度を下げておきます。ここでパウダースパイスと塩を加えます。今回使うパウダースパイスはコリアンダー、クミン、カルダモン、カイエンペッパー、ターメリック、ブラックペッパー、フェンネルです。全体をよくなじませるように混ぜながら焦げないように注意して加熱します。これでカレーの味の土台部分が完成しました。では先ほど煮込んでおいたエビだしを完成させます。ザルボウルを用意してその上にキッチンペーパーを引いてエビの小さな殻もしっかりこせるようにします。あとはここに煮込み終わっただしを流していくだけです。
金色の出汁が取れました。この出汁を先ほどのカレーのフライパンに流し入れます。一緒にココナッツミルクも加えて全体を混ぜます。仕上げにエビの身を加えます。エビの身は煮込みすぎると食感が悪くなるので、最後に 2,3 分最低限の火を通して完成です。プリプリのエビの身の食感が最高ですが、その分身からは出汁が出にくいので、殻からの出汁で香りや旨味を補填するイメージです。最後に味見をして塩で調味したら完成です。盛り付けます。仕上げにセルフィーユ、中東のミックススパイスデュカとブラックペッパーを振りかけたら完成です。いただきます。今回も美味しくできたと思います。だし感のある割とサラッとした感じで、ココナッツミルクは控えめになっているので、ココナッツミルクが好きな方はお好みで増やしても美味しくできると思います。エビの身は仕上げに火を通しただけなのでプリッと食感よく仕上がっています。エビの身の背を開いてあげるのとそうでないのとでは食感も変わってくるので、そこもポイントです。よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。大阪でカレー専門店ミスタースパイシーをやっています。だし、スパイスを贅沢に使って全て手作り、無添加のカレーを提供しています。詳細は概要欄にあるリンク先、ミスタースパイシーのインスタグラムのアカウントにてご紹介しています。インスタのフォロワー限定のキャンペーンも行っているので、フォローしていただけると嬉しいです。ご来店お待ちしております。